暑い季節はこんな感じで茶葉の上に氷を置いて放置しておきます。そうするとそのうち氷出しのお茶が飲めます。低温で抽出することになるので茶葉のうまみ成分が集中的に抽出されてだし汁みたいなお味のお茶が飲めるのでおすすめです。ぜひ。ちなみに今飲んでるお茶はこの間、奄美と鹿児島と熊本行ってきたんですけど、熊本で買ってきた生命っていう有機かぶせ茶、お茶の富沢っていう熊本のお茶屋さんのお茶です。でお茶は置いといて、そう皆さんお久しぶりなんですが、これです。じゃーん。編み終わったんですよ。メルティングシャツ。ちょっと分かりづらいかな。編み終わりましてですね、一体何度くじけそうになったことかだいぶ時間がかかっちゃいましたが、なんとか夏のうちに、編み終わりまして、はい、最後の仕上げをやっていこうと思います。ちなみにこの状態でもう、1回ブロッキングって洗って形整えて乾かしてあります。はい、ちゃんと最初にゲージ取ったはずなんだけど、だいぶ小さく編み上がっちゃった気はしています。はい。そう最終的に袖は半袖にしました。はい。でですね、何が最後残っているかというと、じゃん、ボタン付けでございます。メタルのボタンつけたら可愛いかなと思って、艶消しのシルバーのボタンを新宿の岡田屋で買ってきました。これをつけて参ります。ちゃんとね、ここにもボタンが開いてんですよ。これも作るのめんどくさかった。つきました。12345基本はこのシャツは多分ね、上のボタンは閉めないで着るっていう考え方だと思うんですよね。はい、こんな感じなのではないでしょうか。いいんじゃないですか。思ったよりちょっと全体の雰囲気ほっこり仕上がっちゃったので、せめてボタンだけでもちょっとソリッドな印象になるようにメタルのボタンを選んでみました。完成しました。メルティングシャツ。わー、というわけでこんな感じで仕上がりましたが、着てみますか。はい、着てみるとこんな感じです。なんとか編めましたよね。長かった。ちょっと間違ってるところとかはありそうなんですが、特に襟のあたりがなんかね、これで合ってるのかわかんないですが、まあサイズ感もちょっとちっちゃめに仕上がった感はあるんだけど、悪くないのではないでしょうか。前閉じるとこんな感じになります。ちょっとマイクがガサガサ言うかも。閉めるとこんな感じです。はい、オーバーサイズのニットシャツ。もう少しね、白っぽい糸で編んでもよかったかなと個人的には思っておりますが、まあここまで頑張りましたね。
でこのパターンはですね、結構糸を切る機会が多いパターンだなって思いました。私はなるべく一本の糸をつなげて編みたいなって思っちゃうんですけど、かなり糸を切る機会が多い作りのパターンだったので、カットソーっぽいですよね。結構仕上がりも、こんな感じで仕上がりました。お疲れ様でした。自分これシルクの糸で編んでるので、だいぶ元のパターンとは雰囲気違うと思うんですけど、シルクの夏糸で編むとこんな感じになるよっていうことで、ご参考になるかはわからないですが、メルティングシャツ半袖バージョンでございました。で次編むものなんですけどもう決めておりまして、冬に散々ボンネットを編んでいた作者さんと同じこのマイフェイバリットシングスニットウェアさんのこのキャミソールナンバー9ってやつを編もうと思ってます。すっごいシンプルなキャミソールですね。あとは同じこのニッティングフォーオリーブのピュアシルクのこの黒コールっていう色の毛糸があるので、これで編みます。ただちょっと編み針が足りないやつがあるので、注文したその編み針が届くのを待っております。なので編み物はまだまだ続けます。はい。だいぶ溶けてきた。そうそう、この間の、奄美大島と鹿児島熊本行ってきた旅でフィルムも撮ってたんですけど、ちょうど撮り終わったので2本現像とスキャン出そうと思います。ちょっと最近時間がないので自分でやるのではなく、最近ですね、この夏染まれフィルムラボさんにちょこちょこ現像お願いしていて、ここはね私が自分でやってる時みたいにデジカメでデジタルデュープをしてくださるんですよ。でさらにもちろん完全に仕上げた形でのデータ納品もあるんですけど、反転前ローデータだけを送ってもらうっていうプランがありましてですね、最近これをお願いしてます。これ何が必要になるかっていうと、納品されたデータはこういうネガのままの反転前のデータになるので、これをライトルームのネガティブラボプロとか、今私がこの開いてるキャプチャー1とかを使ってネガポジの反転をすると、写真のデータになりますよ。この最終の仕上げをですね、ご自身でやれるっていう方だったら1100円でね1本やっていただけるので、とてもコスパがいいんじゃないかなって思います。1100円プラス確かネガの返送料が300円かかるので、正確に言うと1本あたり1100円プラス、ネガの返送料300円っていう形なので、私は今回はこれを2本分お願いしようかなと思ってます。でどうやってフィルムを送ってるかなんですけど、私はですねこのパッケージプラザで買ったアイテムを使っておりまして、このちっちゃいポリ袋、あと宅配レターケース英語サイズ、相当大量に送る場合はこれだとちょっと足りないかもしれないんですが、数本送るぐらいだったら英語で十分。こういうレターケースです。最近私は郵便局のクリックポストを使ってフィルムを送ってます。前まではレターパック使ってたんですけど、
ちょっと割高だなと思い始めて、クリックポストだと確か厚みが3センチまで送れるので、ケースに入れちゃうと厚みオーバーしちゃうんですけど、このパトローネだったら3センチの厚みオーバーしないので、これをですね、このビニール袋に入れまして、よいしょ、テープで留めまして、これをこれに入れて送ります。そうするとこれ1個、185円だったかなで送れるので、結構コスパいいと思います。念のため私は注文番号を書いておきます。よいしょ。で宛名シールを貼ると、こんな感じで送ります。ちょっと今お盆なので時間がいつもよりかかりそうですが、楽しみです。お、ほぼ溶けた。これが美味しいのですよ。